皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今私たちにはかつて経験したことがない電気代、ガス代の高騰や世界大戦の危機に直面しています。ただ真面目に働いているだけではどうしようもない状況になってきましたね。それでも生きていかなければなりません。この動画を最後まで見ることで、今年5月か7月の電気代の請求書によって私たちに襲いかかる現実を知ることができますし、その対策を知ることができます。すでにツイッターでは電気代の請求書が届いたことで悲鳴を上げている人を多く見かけます。電力会社が公表している値上げ率以上に請求が来ているというわけです。すでにこの動画をご覧の皆さんも電気代の請求に驚いている方もいることでしょう。動画の後半部分では一般的な家庭での電気代を例にとって今後どのくらいの支払い額になるのかシミュレーションしてみましたので、ぜひ最後までご覧ください。もちろん電気代高騰対策も提案していますので参考にしていただければと思います。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、電気代のシミュレーションをする前に実際電気代の高騰で苦しんでいる国があるので軽く紹介しておきます。その国とはイギリスのことですが、今現在イギリスでは多くの国民が寒さと飢えで苦しんでいるという報道を耳にすることがあると思います。イギリスなどのヨーロッパで起きていることは半年後くらいで日本でも起きているということをご存知でしょうか。同じ島国だからということもあるのかもしれませんが、非常に参考になると思います。中にはイギリスでそんな問題は起きていないと言っている人も確かにいます。それは人によって生活している環境が違うからかもしれません。というのは電気代が通常1万円だったものが2万円になったからといって全然気にならない人もいるでしょう。それは収入の差だと思うのです。同じ2万円でも月収50万円の人と月収15万円の人とではのしかかってくる負担は違いますよね。しかし報道では確かに電気代の高騰によって生活が困難になっている人たちがいることは事実なのですが、その情報を受け取る人の置かれている環境によって違う解釈になることがあると思います。そのような感じ方のズレは日本においても身近に存在します。例えば日本の正月には餅を喉に詰まらせて死亡している老人が多数いますが、これを聞いたあなたはどう思いますでしょうか。そんなバカなと思いますよね。ところが消費者庁のデータ統計を見てみると、気道に食べ物を詰まらせて起きる誤嚥による窒息死は令和1年のデータで年間で2739人いて、その4割が正月に起きているというのです。皆さんの周りに餅を喉に詰まらせて亡くなった方はいらっしゃいますでしょうか。少なくとも私はいないのでデータを見るまでは信用できませんでした。同じようなことがイギリスで起きている社会問題にも言えると思うのです。そしてイギリスで起きていることが日本で時間差があるとはいえ影響が出てくるのはなぜなのでしょうか。同じ島国であるということもありますが、これがグローバル化の恐ろしいところだと私は考えています。地球の裏側で起きていることが日本にも影響されるようになってしまったのです。極端なことを言えば江戸時代にイギリスで何が起きていようともほとんど影響はなかったと思います。ところが今は野菜一つ作るにも必要な肥料はほぼ 100% 輸入に頼っていますし、発電に必要なエネルギーも自給はできていません。なので今イギリスで起きているエネルギー危機による電気代、ガス代高騰による影響はかなりの確率で日本でも同様なことが起きてくると考えて良いと思います。ということで現在のイギリスの一定数の人たちが突きつけられている現状について情報をシェアしたいと思います。まずイギリス国民が大変な生活困難者を出していることに対して政府は何もしていないかというとそんなことはなくて、光熱費の割引手当をしており、6ヶ月間で400ポンドが光熱費の支払いから割り引かれるなどの支援策が施されています。しかしそれでもエネルギーの価格高騰に追いつかないというのが現状なのです。イギリス政府による光熱費の補助背景にはウクライナ情勢によるエネルギー価格の高騰を受け、イギリスのエネルギー規制当局は26日、電力会社が各家庭に請求できる電気・ガス代を10月から8割引き上げると発表しました。一般的な家庭で年間3549ポンドとなり、日本円でおよそ57万5000円です。平均して毎月4万8000円の電気・ガス代を支払うことになります。では、日本の場合に当てはめてみると、日本政府の統計では、去年、日本の4人家族の電気・ガス代は1ヶ月およそ1万6000円でしたので約3倍ということになります。ということで、
イギリスでは電気代が3倍になりましたが、それは日本でも起こりうると考えられます。そんなことが起きるわけがないと言っている人がいましたが、2023年1月分の請求書から日本中から悲鳴が上がり始めました。電気代が2022年の12月と比べて2倍になった、3倍になったという悲鳴です。どうしてこんなことが起きたのでしょうか。これは前の動画でも説明しましたが、電気料金の内訳を理解していないとわからないことですし、電力会社が公表していた値上げ率には含まれていない項目があったということでしょう。特に燃料費調整額というのは輸入価格なので見通しがつきづらいということもあるのでしょう。そこですでに日本で起き始めている驚異的な値上げによって家計がどれほど大変になるかというシミュレーションをしてみましたのでご覧ください。まずこの表は2人暮らしの生活費です。あくまでも目安ですが、ここに光熱費やその他値上げ分をかけた金額を算出してみます。ちなみに多くの人が自宅の電気代だけが上がるわけではないことを忘れがちです。日用品を作る工場、海外で作っているのなら海外での電気代も高騰しています。当然製造している全てのコストが上がっていますので、電気代だけが上がるわけではありません。結果はこの通りです。消費支出が25万6300円から30万5046円となりました。実に約5万円の支出が多くなりました。相当大変ですよね。続いて4人家族の場合です。消費支出が28万5409円が33万7970円となり、約5万2000円の増額となりました。そして実際 3.5 倍になったという方もいらっしゃるようですので、そちらも計算してみました。どうでしょうか。2人暮らしのケースで25万6300円が34万9172円ということで9万2000円の負担増しです。4人家族の場合は28万5409円が38万3945円ということで約9万8000円の負担増しです。本当に恐ろしいことが起きようとしています。しかもその金額は政府による電気代の負担軽減策が実施されているにもかかわらず、ということを忘れてはいけません。そしてそれは期間限定で2023年9月までとなっています。10月からはその政府からの負担金がなくなるので、さらに料金がかさみます。さらになのですが、前の動画でも説明したレベニューキャップ制度が2023年4月から実施されます。これは俗に言う託送料といって、発電所から私たちの家まで電気を送るためのインフラ整備代を負担するというものなのですが、こちらが実質値上げされることになると思います。先ほどのシミュレーションでは 3.5 倍でやってみたのですが、それでも甘いかもしれません。一体どうしたら良いのでしょうか。対策は2つしかありません。1つは消費支出が10万円プラスになっても痛くも痒くもないと感じるだけ稼ぐことです。怒らないでくださいね。真面目に言っています。実際世の中で電気代、ガス代高騰で悲鳴を上げているのに全然関係ない顔して良い暮らしをしている人はいるのですから。世界中で共通していることは、経済的に弱い立場の人が大変な目に遭っているのです。日本においてもこれから夏を迎えることになるのですが、電気代を抑えるためにエアコンをつけずに、もしくは電気代を滞納している人はエアコンをつけられず熱中症で亡くなる方が激増することは容易に想像できます。それだけではないのです。先ほども言いましたが、電気代が上がっているのは製造業なども同じです。家庭用電気とは料金設定は違うのですが、上がることは間違いありません。そうなると日用品や食料品の値段も上がります。エアコンつけるかご飯食べるかの選択を迫られる家庭がかなり多くなると思います。本当に嫌な話なのですが、現実起きてきますから対策しなくてはなりません。そこで2つ目の対策ですが、電気を使わないことです。無茶言うなという声が聞こえてきそうですが、電気代が上がるというのは使用電力量の単価が上がるということなので、使わなければ請求は基本料金の数百円だけです。極端なことを言いましたが、心意気としてはそのくらいしないと乗り切れない人もいるのではないでしょうか。まず節電するのにやらなければならないのは、自分の家でどの家電が一番電気を使っているのか調べる必要があります。冷蔵庫という結果が出たのなら、いっそのこと冷蔵庫など使うのをやめてしまってはどうでしょうか。それは無理でも製氷機能をオフにすることは効果的だと思います。そういった意味ではオール家電の住宅はなすすべなしというところがあるかもしれません。空調も全て電気で管理することを前提としているので、家自体の機能が麻痺するかもしれません。ということで
節電するには覚悟が必要だと思ってください。我が家はポータブル電源とソーラーパネルとの組み合わせで、照明関係は電気料金がかからないようにしています。トイレ、玄関、階段周りには人感センサー付きライトを設置しており対策しています。もちろん高校と電気をつけていた時よりは薄暗いです。しかしそうしないととんでもない電気代になることは去年から分かっていたことですから、慣れるしかありません。概要欄に我が家が使用しているアイテムのリストを貼っておきますので参考にしてみてください。いかがだったでしょうか。電気代がこんなに値上がりするなんて誰が予想できたでしょうか。この電気代高騰はいつまで続くかというと、すぐには安くなることはないと思います。 EU では2030年までに段階的にロシアからの天然ガスの輸入をゼロにしていくという発表がありました。代替購入先はアメリカと東南アジアとのことです。よってしばらくは混乱は続くでしょう。結局ウクライナ・ロシア紛争はエネルギー問題も原因であったということですね。もちろんそれだけではありません。ロシアだけが悪いものではないと思います。この話は割愛しますが、戦争がますます拡大していく様相を呈してきました。これは何を意味しているかというと、日本のシーレーンに危機が迫っているということです。さらに言うと、食料やエネルギーの輸入が安定的ではなくなるという可能性が高まっています。今回の話は電気代の高騰についてですが、迫り来る世界大戦の対策も合わせて考えると電気のない生活にもなれないといけないと思いますし、食料備蓄も急ピッチで行う必要が高くなってきました。今この瞬間に起きてもおかしくない大地震も心配ですね。ぜひ当面の電気代高騰に対処しながら世界大戦勃発の可能性、大地震の可能性を見据えて食料備蓄を急ぐことをお勧めします。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。